おはようございます。特急日です。2023年9月27日朝9時15分ぐらいかな。今日もちょっと遅くなりました。これ、この YouTube だけじゃなくて、今、PTA の新聞を作る作業がありまして、昨日それがちょっと入ったんで、朝やらなければいけなかった。それでちょっと遅れました。今日も少し質問から答えていきます。北九州エリア、門司区、若松区、どうしていかないんですか？門司区は、確かまだエリアじゃなかったと思います。若松区もそうなんですけども、若戸大橋という橋があるんですが、そこを自転車で渡れません。ですので、ウーバーもそこをエリアに入れることができないでいるようです。で、これについては、2人ぐらいかな、市会議員さんに個人的にちょっとお願いして、ウーバーって今やってるんですけど、若松区で展開するには、若戸大橋、人が通れるようにした方がいいんじゃないかな。そうすれば、こういうデリバリーも発展すると思いますよ。って話したんですけども、北九州市の人にとっては、なんかそんなことどうでもいいみたいで、車で行ければいいんじゃないみたいな話でね、で終わっちゃうんですよね。で、なかなか実現しません。実は僕今、北九州市の八幡東区というところに、中古の家買って住んでるんですけども、若松区の家も検討したんですよ。ただ、橋が人が通れないということで、夜10時半以降、渡船、船ももう終わっちゃうんで、それじゃあダメだなってことで、家を買うのをやめました。ですから、橋を、あまり利用する人いないかもしれないけど、人も通れるように、自転車も通れるようにした方が、発展させるためにはいいんじゃないかなと、個人的には思うんですけども、北九州市の人、若松の人は、そう思ってくれないんですよね。しょうがない。あと、編集が早いですねって意見あったんですけども、そうかなと思ったんですが、それは昔撮った絹塚かもしれない。自分は正式なスタッフじゃなくて、もう下請けの下請けの下請けのペイペイなんですけども、以前、フジテレビ系列で、あんま言っちゃいけないかな。クイズ、ねやってあったんですよ。2週間ごとに2本撮るパターンだったんですけど、それを収録してから、うちにビデオが送られてきまして、それをちょっと加工して、日本テレワークさんっていう、その制作会社に戻すっていう仕事があったんですよね。で、それが、納期が結構厳しくて、最初の話だと、3日間ぐらいでやってくれればいいですよ、なんて話だったんですけど、だんだんスケジュールが押してくると、急にビデオを送ってきて、1日以内に送り返してください、なんて、のありました。で、年末の芸能人スペシャルとか、夏休み子供スペシャルとかあるんですよね。その時は、もう4時間ぐらいのビデオ、それ加工するのかなり大変なんですけど、4時間ぐらいのビデオを、バーッと送られてきて、2日以内にお願いしますとかって、それずいぶんやりました。一生懸命。で、そういうのがトラウマになってて、YouTube 始めることは大したことなかったんだけど、あんな思いもうしたくないななんて思ってましたから、ちょっと編集作業っていうのは抵抗がありました。で、今回始めることになって、始めたら、やっぱり昔ちょっと経験してますので、仕事は早いかもしれない。そういうことです。金景公園待機です。ねえ、こちゃん、お腹すいたか？聞いてみましょう。はいはい。まだ鳴らないので、ちょっと移動してきました。ここ今、公園の暑いところにいるんですけどね、あっちの方に日陰にカップルがいてね、ちょっと、そこが近くじゃ悪いからと思って、こっち移動してきました。悪くはないか。盗撮しちゃったりしてね。盗撮マニアみたいな。
そういういいこともある。いや、やめとこう。小倉城駅です。12時半で、先ほど10分前ぐらいに若干北九州エリアの一部にちっちゃいシミがついたんですけども、また全部消えて真っ白になっちゃいました。なんか全部真っ白なのね、全温度チェアの宣伝みたい。いや、本当に真っ白、本当に真っ白。大手町大輝です。今日暇なんでママチャリを紹介してほしいっていうコメントがありましたんで、ママチャリのこと話します。でも普通ですよ。僕最初1年半は東京のシティサイクル、いわゆる赤チャリ使ってました。で、最初は配達5本から7本ぐらい赤チャリ、電動でも膝がパンパンになっちゃってね。で、帰ってくるとうーってうなだれて寝てました。そのぐらい体力なかったです。で、慣れてきてから、赤チャリがそのうち台数が少なくなってきたっていうか、奪い合いになってきて、あんまり効率も良くない。赤チャリバッテリーがあるのを探すために、海の方、豊洲とかね、品川の港南、あっちの方行くとママチャリのバッテリーのいっぱいなのがあるんですけど、六本木とか渋谷とかだともうまず見当たらなくて、であれがバッテリーいっぱいいっぱいでも50キロぐらいしか走らないんで、何回も何回も交換するのが効率悪いなと思って、で、ママチャリにしました。ただ1週間か2週間ぐらいするともう我慢できないんですよね。で、赤チャリに戻しました。で、そのうちまたママチャリやってみようと思って、ママチャリにチャレンジして2週間ぐらいして、やっぱりダメだって赤チャリに戻して、で、もう1回チャレンジして、3回目の正直、3度目の正直か。もう大丈夫かなと思ったら、それもダメで、2週間でギブアップして、赤チャリに戻して、4度目の正直、なんて言葉ないけど、4回目チャレンジしたら、今度はママチャリでずっと行けました。で、一番最初買ったのは蒲田のちっちゃい自転車屋でね、中古の9000円で買いました。そしたらそのママチャリはちょっと横浜にちょっと遠征してみようなんて言って、横浜エリア新しかったんで、そこ行って、で帰ってきて、でちょっと乗ったら1週間ぐらいで壊れちゃった。でダメだなと思って、壊れた場所がちょうど六本木だったんで、六本木のドン・キホーテで2号車買いました。でドン・キホーテの自転車もあんまり良くないんでね。で3週間ぐらいグイ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 乗ってたら、それも壊れちゃって、で次の3号車六本木のドン・キホーテで買いました。でそれもやっぱり3週間ぐらいかな乗せたら壊れちゃって、やっぱり脚力がね、だんだん素人だけど強くなってきて、普通にいっぱいいっぱい乗るとすぐ壊れちゃうんですよね。で特急便4号車は高島平の自転車屋で買いました。それは少し長持ちしたのかな、3ヶ月ぐらい乗ったかもしれない。でそれもダメになっちゃって、で5号車がですね、5号車から自転車朝日ですね。で4号車を乗ってる時にちょっとサドルを調整してもらいたくて、たまたま自転車朝日の前によって足立区の方だったと思いますけども、でその調整終わった時においくらですかって言ったら、いやこんな調整は、大したことないですからいいですよって言ってくださって、で自転車朝日なんか素晴らしいなと思って、なんか感動して、それ以降はずっと自転車朝日で買うようにしてます。で15台のうち2台は固定ギアの6段変速のないやつ
挑戦してみたんですけど、それは1ヶ月ぐらいでダメになっちゃった、両方とも。というのは、坂道をね、ぐい、ぐいって登っていくときに、どうしても力が入るじゃないですか。で、チェーンがね、すぐビヤーンと伸びちゃったりするし、あと、自転車席の一番安いやつだと、ブレーキが、静音ブレーキっていうの、キーキーっていうやつじゃないんで、ブレーキかけるとキー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 って音がしちゃうんですよ。で、それがちょっとダメで、一番安いのは、もうその2台だけでよしてます。で、それ以外は6段変速の27インチ買ってます。で、とりあえず写真見せた方がいいね。今、ダイナモです。最新の、自動で光るやつの時もありますけど、いつも在庫があるわけじゃないんで、今、ダイナモです。これ今、下ろしてから、変えてないタイヤがそのままついてまして、洗ってないのに汚いですけども、これが下ろしてから、ちょっとすると、すぐパンクしちゃって、で、パンク修理してもらうんですけど、その修理がうまくいかないときに、ゴムの厚い、パンクしにくいタイヤに交換します。で、ダメになっちゃうのが、大体タイヤの歪みか、スポークなんですよね。これ、最初から、この自転車は少しターミがあるんですけども、走っていくとだんだんこのターミが、大きくなってきて、修正できなくなるんですよね。で、自転車で、直してもらっても、またすぐたまんできちゃうんで、で、ターミがひどくなったら、交換するしかないんですけども、その頃にはもう、他の部分も、ダメになってきてるので、僕は、自転車をもう買い替えてしまっています。あと、壊れやすいのはスポークですね。でスポークが折れちゃうと、自分でできる人はやるんだろうけども、僕できないんで自転車にお任せなんですけども、1本交換するのでも、調整があるんで、5000円ぐらいするんですよね。だから、スポークも折れたらもうターミも来てる、他の部分もダメだという、もう解釈で、自転車は新しいのにしちゃいます。で、この自転車のブランドは何でしょうね。これかなただこのブランド名を自転車朝日で言っても、店員さんは全然わかりません。あと、スポークや車輪が、曲がらなかったり壊れなかったとしても、ダメになるところがあって、それはチェーンですね。チェーンと、この、変速ギアのところの歯車が、摩耗してきて、滑って前に進めなくなるんですよね。その時はこのチェーンと6段変速の何て言ったっけ、この部品名前忘れちゃいましたけど、これを全部交換します。7000円ぐらいだったかな。交換するとまた走れるようにはなります。それから、前回はこの部品、ここら辺が壊れたんですけども、1年ぐらい走っていると、ここが摩耗して、ダメになっちゃうんですよね。で、その時はこれ全部交換しなきゃいけないと。そうすると1万ちょっとかかっちゃうっていうんで、じゃあそれだったら他の部品も交換してる、摩耗してるだろうから新しいのにしようってことで、前回15号から16号に変えました。ということで、普通の自転車なんですけども、そのママチャリ、普通にガン踏んじゃうと、ちょっと3ヶ月ぐらいかな。いい自転車でも3ヶ月ぐらいで壊れてしまいます。何かが壊れてしまう。で、どうしたら長持ちできるかなんですけども、やはり負荷をかけないように運転する。スピードはある程度出してもいいんだけど、急加速しようとするとダメみたいです。例えば坂道とかみんなガン登って行こうとするでしょ。それから、信号が青になったらギューンって行こうとするじゃないですか。あれをちょっと緩めで、スピード乗れればいいんで、ちょっと遅めに加速していくと、ぐーんと寿命が伸びます。で、今、最近のは、8ヶ月から9ヶ月ぐらい乗れてんのかな。
1年は乗れてないんですけども、3ヶ月の当初の寿命からはずっと乗りました。もっと一番最初は2、3週間で乗り潰したんで、それから比べると10倍ぐらいに伸びています。今日初受けです。4、5件目でしたけど、拒否せずに受けました。というか、間違ってタップしちゃいました。いきます。1件目終了、弁天町です。今日1件目終了しました。足跡を毎日10時間つければ、ちゃんと仕事が入ってきますよ。大丈夫ですよ、皆さん。ちゃんと足跡つけてくださいって言っときながら、自分は1日6時間で1件。これは腹切り者ですね。ちょっと待って、解釈をみたいな、そんな感じです。反省しております。反省してもしょうがないんだけど。2件目白金です。貴船橋から再開です。あと3時間あります。4件目京町です。5件目ドロップ貴船です。現在夜の7時45分です。伊東津行きです。7件目木町です。8件目清水です。今9時半になりまして、10時間終了しました。で、今日は動画長くなってますので、最後のおしゃべりは省略します。最後まで見ていただいてありがとうございました。さよなら。